皆さんこんにちは、さきです。本日の動画はですね、オフィスツアー第2弾になります。イエーイ。はい、ということで、約1年半前ぐらいにオフィスツアーの動画を出させていただいたんですけれども、そこから約1年ぐらいかなで、もうかなりの、社員の人数が増えまして、私の会社 YSM の方がですね、大きな成長を遂げまして、もともとワンフロアを貸し切ってオフィスにしてたんですけど、それを2フロアに増床することになりまして、やっと工事も終わって、もうすでに半年以上経過してる状態ではあるんですけれども、こちらの様子を撮っていこうかなと思います。それではスタート。この度ですね、約2000万かけて内装をね作ったんですけれども、ものの1年でですね、また増えてしまってパンパンに、なってしまったということで、この度オフィス増設ということで他の階も借りて、今このような感じで工事中というか、ほぼちょっと工事若干始まってるんですけれども、こんな感じで工事を始めていこうっていう感じのタイミングになっております。ででーんはい、今トイスケルトンみたいな感じの状態になってるんですけども、ちょっと床の施工だったりとか、ちょっと壁の施工だったりとかはまちまちちょっと若干始まっている次第ではあるんですけれども、これからですね、下の階は新たな社員の子の、席だったりとかデスクのスペースだったりとか、あとはカフェスペース、みんながくつろいでご飯を食べたりとかできるカフェスペースだったりとか、あとは今までもプレスルームでオフィスで撮影したりとかスタジオのスペースを設けてたんですけど、それもちょっと狭いかなってなってきたので、本格的な撮影スタジオをもう作っちまえということで、オフィスにスタジオを作っております。はいっていう感じでございましてですね、あと何が作られるんだ、あとストックとかも増えちゃったりとか、あとカフェスペースが結構充実している感じの丁寧な暮らし系オフィスになっていくかなっていう感じになっております。ひとまずね、一旦こんな感じですよっていうのをお見せしたくて、今動画を緊急で回させていただいているんですけれども、もっと広いんだよね、あれ多分。入っていいのかな、こっちがオフィスの撮影スペースになるのかな、今ちょっとわからないんですけれども、こんな感じで工事が始まっているっていう感じになっております。以上ちょっとしたご報告ということで、また完成いたしましたらですね、皆さんにオフィスツアーなんかしちゃったりとかいたしますので、皆さんぜひ楽しみにその機会を待っていただけたらなと思います。はい、ということで、ちょっと今ね、顔色悪そうに見えますのは、本日テイサイドスモーキンメイクをしているせいなので、皆さん具合が悪いわけではありません。わざとでございます。おいどんにも心配されちゃってっていう感じで始めさせていただきたいと思います。こちらエレベーター前なんですけれども、上の階と下の階行ったり来たりでこちらでお送りさせていただいております。まずはじゃじゃーん、上にもあるんですけれども、 YSM の社名ロゴを入れております。光っちゃってね、こちらも光るようにしているのと、間接照明みたいなのをね中に入れちゃったりとかしております。店舗作る時の内装の全部私が入らせていただいてるんですけれども、角が嫌いと言いますか、正方形が嫌いと言いますか、なるべく角を削りたいっていう風にいつも業者さんに指示をしてまして、こちらもですねちょっと R がかっているような感じに、最大限できる限りしていただいております。なのでここはカーブかかっているような仕様になっております。で、入ってきた時に2階の方は清潔感というかグリーンっぽい感じでリフレッシュした感じで過ごしてほしいなと思ったので、観葉植物を、置いております。これはね、3週間に1回ぐらい業者さんが水やりとかメンテナンスお世話みたいな感じにしてくれて、リアルなものを置いております。うそんこのフェイクのね、フェイクグリーンとかドライフラワーとかは噴水的に良くないらしくって、リアルが良かったのでリアルなものを置いております。まずはこちらが全体的に商談スペースプラスカフェテリアスペースみたいな感じにしております。うちの社員たちね、みんな仲いいので、ここに集まってご飯が食べれるようにしてたりとか、小分けの簡易的なんですけれども、こんな感じでカフェスペースを設けてたりとかしております。こっちのね、椅子は商談スペース兼みんながご飯食べたりとかするんですけど、ソファー席も2
2個用意して、上にも一応会議室というかミーティングスペースとか商談スペースあるんですけど、上が使えない時に下にもっていう感じでこちらに用意しております。でこちらはですね、A piece of happiness with YSLって書いてあります。うちですね、会社を設立した時に幸せの1ピースを世界中の女の子へみたいな感じでテーマを設けておりまして、第一でもときめきっていうワードをすごく大切にしてたりとか、セレブの方でもセルフラブセルフプロデュースっていうワードをすごく大切にしてたりとか、会社理念としてもそうだし、私と社長くんが手掛けるもの全てに愛のある1ピースを皆さんに届けられたらなーっていう感じで理念を設けておりまして、それをモットーに私たち仕事をしておりますので、それをいつでも初心に帰って思い出せるようにこちらに光らせて置いております。なんだっけあれ、ドラマリッチプアウーマンみたいな感じで、あれは手書きなんだけどね、あれ私も好きだし社長くんも大好きで、あそこからパクったと言いますか、あれいいなと思ってこんな感じで作らせていただきました。上とかはね空調とかがあっていじったりができないので、ちょっと天井の方は特に何も触れてないスケルトンのままなんですけど、ここはねファーの素材で全体的に柔らかいベージュを使って心地のいい感じに仕上げております。このね下のね椅子の部分もファーになってます。何かあった時はここでねお話ししたりとかしております。あとはこちらですね、こちらはバーカウンターになっております。うちの YSM という会社はですね、とにかくよく働きよく遊びよく飲む、本当に海賊ぐらい社長を筆頭にお酒を飲むので、バーカウンターと今回は作らせていただきました。うちがよくお世話になってる会社さんで、なんかバーカウンターがあって仕事終わった後とか金曜日の夜とかに仕事終わってみんなでバーって飲んでたりとかするバーカウンターがある会社さんがあって、一度そちらにお邪魔させていただいたことがあって、なんかすごい素敵だなっていうのと、会社の仲間っていう、仕事同士の仲間ではあるんだけど、やっぱ仕事をしていく上でコミュニケーションって本当に必要不可欠で、そのコミュニケーションが取れてるか取れてないかだけで仕事の幅っていうのが全然違うと思っているので、私たちは会社の全員とのコミュニケーションをすごく役員全員大切にしておりまして、そういったコミュニケーションがここで取れればなと思って作らせていただきました。この中には見えないんですけれども冷蔵庫があったりとかして、うち意識高いんでね、みんな納豆やら乳酸菌やらいろいろね入れて隠し持っております。本来であればここにバーッとお酒があったりだったりなかったりだったりとかするんですけれども、ちょっと今はないかな、っていう感じになっております。なぜかここに DJ できる機材も置いてあるっていうちょっとよくわからない感じになっております。でこちらはですね、アンカーのうちの社長ですね、すごく地震に対して恐怖心をすごく持ってらっしゃいまして、これがあれば停電したとしてもiPhone を何十億万回ぐらい充電できるぐらい電力がここに詰まっているらしいです。多分停電になっても大地震が来ても仕事をするっていう多分気持ちで置いてるっていう非常用のねものになっております。あんま見せたくないものがね、あそこに観覧車だったりとかがあるので置いときましょうっていう感じになっております。私もリアルにみんなとお昼休憩あんまりそんなに長くは食べれないんですけど、15分ぐらいちょっと下に来て、いつも私は上の階で仕事、自分のデスクがあるので上で仕事してるんですけど、この階に来てちょっとみんなとおしゃべりしたりとかコミュニケーション取ったりとか日常的にしております。なんか結構さ YouTube とかのコメントとかインスタ見てると、私があんま毎日出社してない人みたいな感じだと思うんだけど、仕事密着見てくださいって感じなんだけど、毎日います。毎日オフィスにおります。だからといってストーカーしに来ないでね、住所塗っちゃってるからちなみに奥はストックになっております。本当に商品数が多くてですね、1ヶ月に50型ぐらいありまして、新作発売がサンプルの量が50型 ×SKU なんでとんでもないことになっております。しかもうちサイズも展開がすごく豊富なので、フリーサイズだけじゃなくて SM サイズだけじゃなくてフリー S、フリー L っていうサイズがあったりとか、お客様に寄り添いたい気持ちいっぱいっていう感じなので SKU がいっぱいありまして、上の階にもプレスルームとストックがあるんですけど、それじゃ足りないということでこれ裏全部ストックになっております。プレスチームにもねすごくね気持ちよくお仕事してほしいので、社員の意見を聞いて後ろのストックを増床させていただきました。これですね、たまに立ち食いあるよね、立食パーティーみたいなのあるよね。立食パーティーあるからなぜかちょっと高めのテーブルもあります。でこちらはですね、今までは多分仕事密着見てくれた人は知ってると思うんですけど、上の階に会議室があるんですけど、スケルトンのそこだけじゃもう人数が収まらないので、こちらに新たな会議室を設けました。なのでうち毎週月曜日は本当に朝来てから各部署の私は8個ぐらい朝から夜手前ぐらいまでずっと会議があるんですけど、そういう
会議をねみんな細々とここら辺でしているっていう感じになります。なのでこちらにモニターをつけて、ここに資料をぶっ刺して差し込んで写してみんなでああだこうだっていう感じで、結構本当にね月曜日だけじゃなくて発注会議だったりとか毎週やったり、普通ね何ヶ月かまとめて普通お洋服を発注したりとか他の会社さんだと多分すると思うんですけど、うちはクイックにやっているので、リアルに一つのものと真剣に、他のブランドさんが向き合ってないとは言わないんですけれども、うちのやり方は、こっちの方が合ってるかなっていうことで、毎週発注会議と記事決めっていうものがありまして、毎週検討会をしておりまして、こちらで悶絶した時間を、悶絶じゃないね、壮絶な戦いをしております。こちらもカードかけております。で、中には照明を入れております。あとはこちらですね、ラックを作りました。なんといってでもですね、ここ会議スペースと商談スペース兼カフェテリアだけではなくって、上に入らない社員の人たちが下でお仕事をしてまして、下がね生産管理チームが下でお仕事をしてるんですね。なので、ここで記事決めだったり発注だったりとかサンプルチェックするので、ここに新作のお洋服をかけながら、ここの全部の長いテーブルに生地とかを置きながらみんなでお洋服を修正したり記事決めしたりしております。なのでこちらにも鏡を用意しておりまして、これも裏からね照明が出て美しく映るようにねしております。あとはマネキンですね。ダーリッチのボディが置いてあります。これもダーリッチのオリジナルプリントが入ってます。ここにお洋服着せてっていう感じでやってますね。で、あっちにもあるんだよね。ちょっとデスクの方はみんなの私物があったりプライベートなのであんま載せれないんですけれども、裏にありまして、こちらに鏡あります。そうね、見せない方がいいかもということで、こちらはおしまいで、まだまだありまして、こちらに区切りがありまして、ででではい、もうスタジオを作りました。こんだけ内製化してるところってあんのかなってぐらい、本当基本的にうちは外部にあんまり頼まずに、一人一人のお給料とキャリアアップを図りながら全てを内製化していくっていう感じのものなので、やれることは全部うちでやる。で、クイックに動けるようにっていう無駄な時間をなくすように働いておりますので、もうスタジオを作ってしまいました。で、うちEC モデルは基本的に私がモデルをするか、デザイナーのももかがするか、もしくは店舗の子のビジュアルスタッフを使って、それも内製化しているんですけれども、その子たちがヘアメイクできるように、でヘアメイクさんも呼べるように、こんな感じでヘアメイクルームを簡易的なんですけども作りました。ここで調光もできるようになっております。あとはね、リファのドライヤーとリファのヘアアイロンもスタッフの子たちが勝手に使えるように、あとうちの子たちみんな SNS すごく頑張ってるので、うちの、プレスチームだったりとかチーム D の女の子たちが SNS で髪の毛とかねメイクとかできるように、ここに、2つヘアメイクルームとリファとかね、そういうのを設備しております。全体的にあっちはもう機材、全て機材で、ここは本当は光が入るようになってるんですけど、窓なんで本当にスタジオなんで、ここは全部閉め切ってカーテンで覆っております。どんなカラーでも撮影できるようにカラーペーパーが置いてあったりとか、基本的にカメラマンさんとかがいなくても自分たちで撮影することも多いので、こういった機材とかも全て揃っているような状態になっております。こちらに簡易的なフィッティングルームもありますので、こちらでお着替えして、ここあとインスタライブだね。インスタライブもここで毎週やってます。モニターチェックするときはこのカメラじゃない、テレビを置いてモニターチェックをしております。はい、ちょっとこっちはお見せできないんですけれども、こんなにカメラ機材あるの、これ自分たちで使ってるんだよ。すごくない？プロじゃないもんこんな感じで YouTube の機材だったりとか、インスタライブの時も照明多分全部で4灯ぐらい焚いているので、お洋服のねちゃんと綺麗に見えるように焚いているので、そういった照明だったりとかがあります。あとはコスメの撮影で使うカメラ機材と服で使うカメラ機材ってまたちょっと違かったりとかするので、そういうのを全部置いてます。あとは修正前のサンプルだったりとか、生地決めのお洋服のね急遽決めなきゃいけないものの生地サンプルだったりとかが全部あるのと、ストックが奥にあったりとか、セレブの制服が置いてある倉庫があったりとかがあります。この裏に、はい、そんな感じになっております。もうすでに使用済みというか半年ぐらい前に作ったので、正直ちょっと床とかも汚れちゃったりとか、ちょっと極力綺麗に使うようにはしてるんですけれども、若干汚れがありますけれども、ご了承くださいっていう感じです。はい、ということで2回の紹介が終わって今3回に戻ってきたんですけれども、前回は多分まだセレブの発表してなかったのかな、新たなプロジェクトっていう感じでちょっと内密にしていたんですけれども、実はこちらのスペースが半分が前紹介したダーリッチのプレスルームになってて、半分がセレブのプレスルームというか、レイアウトの
のになっておりまして、前に鏡は多分紹介してるというか、ここのドレッサー紹介してたんだけど、ここに実際にアイテムが揃ってる姿は見せたことがないので、ちょっと紹介していきたいと思います。もう既存のアイテムたちがこんな感じで、チークだったりとかパウダーだったりとかクッションファンデだったりとかがここに並べられております。あと今回ね、知ってる方もいらっしゃるかいらっしゃらないかっていう感じなんだけど、パフも新しく突然の宣伝、別途のねパフが欲しいって言われてたので発売しております。現在他は全ての商品がここにレイアウトされてます。あとはボックスね、一番最初の発売の時に発売したボックス、ちょっと今 YouTube の画面のと色味が青っぽいんだけど、このカラーもセレブのねテーマカラーに合わせてすごい可愛いカラーになってるの。こことここの素材もちょっと変えて、こっちはザラザラした表面感で、こっちはちょっとつるっとした感じで、つるっとした表面の上から若干こう表面感があるような、もう表面感しか出てこないんだけどっていう感じで、まだまだ全然商品が揃ってないので、これからもっともっとたくさんいっぱい商品を出していきたいなっていう感じなんですけれども、またここが増えたら、可愛くなった新しくなったら常々紹介していきたいなと思います。はい、ということでオフィス増床記念ツアー、オフィスルームツアーいかがでしたでしょうか。エンディングはね、やっぱ我が社の理念が飾ってあるこちらでお送りさせていただいております。正直これでもちょっともうすでに人がパンパンになってきちゃっているので、今年2024年になったんですけど、今年もセレブもですね、ダーリッチの方もですねすごく順調で、新店舗だったりとかセレブの方ではポップアップだったりとか、両方の方からまだ告知してない嬉しいお知らせがたくさん本当にたくさんいっぱい決まっておりまして、ちょっとまだね情報は解禁できないんですけれども、我が社 YSA 部がですね成長していくにつれてオフィスが大きくなっていくかと思います。ちょっとこのビルもうすでに空いてるかどうかわかんないので、またもしかしたら近々すぐ引っ越しちゃうかもしれないんですけれども、引っ越すたびにこうやって頑張ってサイト作業は大きく成長してってるんだみたいな感じで、みんなと視聴してくれてる皆さんと一緒にこう成長の過程を見せ続け、皆さんのモチベみたいな感じになれたらいいなと思って、ちょっとこれからもこういう記録はたびたび残させていただきたいなと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。